本日も弊社ウェブセミナーパリ優良不動産と投資チャンスをご視聴いただき誠にありがとうございます。私も大好きなパリ、テレビで全てのカフェが閉まり観光客の全くいないパリの通りを見た時には信じられない気持ちでしたが、徐々にパリも活気を取り戻し始めているようです。本日はそんなパリの不動産最新情報を現地エージェントの方からお届けしたいと思います。さて、本日のセミナー講師をご紹介いたします。まずはご存知、弊社副代表不動産大好きまなちゃんこと鈴木学。そして本日現地からはジュノーのミス・アリソン・アシュベイさんにお話しいただきます。アシュベイさんはアメリカ・インディアナのご出身で、2010年からパリに移住し、ジュノーファインプロパティーズを創業。高級物件を中心にパリ市内の不動産を幅広く取り扱っております。彼女の実はお父様も不動産業者という、筋金入りの不動産大好きな方で、英語、フランス語とも非常に堪能にお話しされます。それでは早速ですがセミナー開始したいと思います。鈴木さん、お願いします。はい、それでは講演の方を始めさせていただきます。東京から見る世界都市パリ不動産投資ということです。パリはみんな知ってる街で、観光でも非常にポピュラーです。で、不動産っていうことになると日本でパリを紹介している業者が非常に少なくて、我々がその一つということで、その面から、サクッとご説明させていただきます。はい、なんといってもパリ、不動産価格ということでいうと、結構なお値段をする場所です。だいたい東京を基準に考えるとパリは非常に分かりやすいんですが、当然東京都心部、中心部になればなるほど利回りは低くなりますが、それはパリに関しても同様です。はい、で、東京もパリもグローバルな都市になっておりまして、特に2010年あたりからですね、ワールドマネー、富裕層のお金、機関投資家のお金が本当に、国境を越えて不動産投資マネーが、世界中を回るようになってきました。それはコロナの世になってもまだ変わらないですと。でそうなってくるとですね、同じ東京の中でも、特にその海外の投資家に選ばれるエリアとそうでないエリアっていうまた全然違った値動きをしてきます。で今東京で言うならばやっぱり港区千代田区、っていう、都心2区、そこに渋谷区の一部とか中央区の一部とか入るんですけど、そことそうでないところの、不動産価格というのがちょっと次元が違ってきちゃってるという、状況にも、なっていますが、それはパリにしても同じことが言えますと。っていうところですが、そのパリは言うまでもなく、世界都市、昔から非常に、世界中いろんな都市のある中でもランキングはもうトップ5に入るような、地位を占めております。でいろいろな、ランキングによってパリの地位っていうのは3位になったり4位になったり、東京もそんな感じなんですけれども、とりあえずロンドンとニューヨークが一番ワンツートップでいて、その次がどっちなのかっていうところなんですけれども、パリに仕事で行くようになるとやっぱりこのフランス語圏の大きさ、っていうのはやっぱりすごいなと思います。特にパリのシャルル・ド・ゴール空港とか行って、どの地域とフライトが、直行便が飛んでいるかって見るとですね、本当に西アフリカ各地、北米大陸だったらカナダ、南米大陸だったらいろいろフランス語圏の国もあるんですけど、そういうところに本当に直通便が、特に西アフリカになるとですね、ほとんどの、国にパリと直行便が飛んでいて、しかも頻繁に、飛んでますと。本当にパリってフランスの首都というだけではなくて、本当に世界中に及ぶフランス語圏の首都でもあるということで、そういう意味では東京よりずっと国際化されている、
都市でもあると思います。はい。で、現時点でいうと東京とパリ、その坪単価、マンションの坪単価ですね。これって東京って言っても、想定しているのがやっぱり港区とか千代田区です。そこでいう、マンション坪単価はだいたい578万円、世界6位というふうになっております。で、フランスはほぼ同じ、パリは7位で562万人となっています。で、非常に面白いのはですね、トップ10、世界トップ10の都市は、坪単価400万を超えてます。トップ10を外れると300万台になります。これがすごく大事な点で、パリは400万円超えの都市であるということ、はい、これをまず押さえていただきたいと思います。東京と同じです。はい。じゃあ、坪400万を超えるっていうと、どういう世界になるかというとですね、つまり25坪で1億円するわけです。はい。50坪だと2億円するわけです。これがミニマム。はい。都心で、東京の都心の赤坂とかだったら坪600万円スタート。パリの都心の6区とか7区とか1区になってもやっぱり600万円スタート。となると、25坪で 1.5 億円みたいな、そんな世界になります。じゃあ、そういうお家誰が買うのかというと、まず資産家。1億円以上の不動産を買える人は間違いなく3億円以上の資産を保有している方なんですが、そういう方々が買う。外国人投資家が、それぞれそのパリを含んだ、世界中で分散投資をする。そのうちで、安定資産として不動産をパリで持つという、そういう方もいますし、あとは、開発業者、賃貸事業者、そういうところも、世界中から入ってきます。で、後で説明するんですけど、パリの不動産価格ってすでに高いんですけど、それでも、過去事例ずっと見ると安定的に値上がりをしていますと。そういう、時期によっては不動産開発業者っていうのはパリに入って、収益を十分上げられる、そういう状況にもあります。そうです。はい。で、パリ、東京都心もそうなんですけれども、基本的に保有して貸して、賃貸利回りを得るということには向きません。はい。グロス利回りせいぜい 2% 台の世界なんです。じゃあ、どういう意味があるのか。パリで不動産を買う意味は、一つは資産保全。資産価値がいいところほど下がらない。物件が希少性があって、特徴があるところほど下がらない。売りたい時にすぐ売れる。だからお金持ちが買うというところはあります。で、当然値上がり期待というのも、これまでのパリの、不動産価格の、推移を見ても、安定して値上がるというですね、そういうふうに期待される方もいますし、今コロナの状況になり、もしかしたらパリでお値打ち物が出てくるんじゃないかというふうに期待される方もいます。ただ実態としてパリの中でいいところほど売りは出ません。オーナーも困ってない、売る理由がない、はい、だからそんなに売り急ぎというのはいい場所ほど出ません。はい。あとそれ以外に自己利用、自分で住む、別荘として住むみたいな、そういう方も、いらっしゃいます。はい。そういうマーケットですということです。はい。で、パリのエリア解説になりますが、パリの面積は、東京よりはずっと小さいんです。パリ市と言われているエリアは1区から20区までありますが、だいたい200平方キロメートルぐらいなので、山手線内側ぐらいです。だから、中野とか練馬とか、江戸川区みたいなところは、フランスで同距離で言うと、パリ市ではなくて、郊外になってしまいます。はい。で、そのパリ市、大きくない中で、本当に皆さん、行ってみた方は分かると思うんですけど、建物建て込んでます。しかも昔から建ってる建物ばっかりです。新築を建てる、そういう余地自体がないですし、はい。そういう状況なので、市内で、物件が出るということは本当に
希少だし、パリ市内に住みたい人はすごく多いし、基本的にパリって、利回り低いですけれども、賃貸経営に困ることはまずない場所だと言われています。それは住みたい人が非常に多い割に物件が出ないからです。はい、次に行きます。治安っていうところは、パリみたいな国際都市だと大体重要になりますけれども、これを見るように治安が良いとされているエリアは、真ん中に通っているこのセーヌ川、これの南側、サガンって言われているエリア、その辺は大体、治安が良い。中心部もそんなに悪くはない。北東部に行くほど、良くないっていう、そういう、風であります。はい。で、不動産価格ですね。これちょっと2016年のデータなのですでに上がっておりますけれども、この時点で言うならば、一番濃い色の区、サガンの6区、7区、5区、あとウガンの4区、1区、3区、この辺、1桁区は、坪5、600万円超えですと。はい。なので本当に東京の千代田区、港区に相当するのがこういうエリアになりますというところです。はい。ただ東京で持つのと意味合いがもし違うものがあるとすれば、そのパリの方が東京に比べてもずっと前から国際化してきている、富裕層の間でずっと、取引もされているっていう、そういうマーケットであるということと、あとはあんまり新築と築古中古っていうそういう、価格差がないっていうかほぼない。フランスパリはもう築古ばっかりですから、築が古くても価値は下がらないし、ちゃんとメンテしているものは価値が上がります。はい、その辺で、ずっと長く持っていても、それはそれで、はい、安定資産としては非常に優れた面があると思います。というところです。で、最後の、スライドになりますけど、こちら、何億円も出せません。でも数千万円ならありますっていう人向けに、私の友達、パリに住んでる方ですが、中国人です。30代、私とっても仲いい方ですけど、彼女は、パリで駆け出しの不動産エージェントをやってます。4年前にフランスに渡ったばっかりなので、フランス語がそんなにできるわけではないんです。フランスがそんなに好きなわけでもない。本当は日本が大好きで日本に住みたいっていう方なんですけれども、フランス人の旦那さんが非常に不動産投資が好きで、これまではフランス地方都市の家賃補助住宅、税金が安くなる住宅っていうのがあるらしくてですね、それで、いくばくかお金を作ったんですが、結局本命はパリですと。フランスに住むならやっぱりパリ。彼女が選ぶのはパリ16区っていう凱旋門のちょっと外側ですね。緑多い、結構いい場所です。で、そこで50平米ぐらいの中古ワンベッドルーム、中古って言っても何百年だと思います、築年数。それを50万から55万ユーロ、だいたい6000万から6600万円ぐらいで今買おうとしてます。で、彼女の見立てとしては、これは下がらない。この値段でパリ16区でこういう区分を変えれば下がらないっていうところです。で、その、説明を引用すると、やっぱパリは治安が大事です。妥協してはいけませんというところです。はい。だけど、変な場所に行かなければ資産価値は硬いし、長く持ってれば値上がりますよと、はい、いうところ。で、パリは、というかフランスは日本以上にパリ一極集中なんです。不動産の意味で。なので、地方に行くとかなり安いんです。はい、不動産が。ただ、それで言うて非常に割高になる、フランスの中で非常に割高になるパリはやっぱり資産価値の面で鉄板だから、自分はやっぱりパリに持ちたいですということを言っておられました。はい、この辺もいろいろ参考になるかと思います。はい、どうもありがとうございます。あとはアリソンさんに、はい、バトンタッチします。はい、アリソン over to you。はい、Thank you very much。 Thank you。 Yep. Share this.
perfect. So I'm delighted to be here and to be invited to speak with you today. Our partnership with IPA is very important to us, and I thank Suzuki and Sachio for inviting me. We would like to discuss investing in the Paris real estate market. はい。このオンラインセミナー、はい、の機会を与えていただいてとても光栄です。私たち、IPA との関係というのは非常に大事にしながら、これからパリの不動産のご説明をさせていただきます。Okay. Yep. So why Paris? That's the question. Paris is the cultural and business hub of Europe. It's very rich in history and filled with exciting events all year long, including the 2024 Summer Olympics, which we are very excited about. Only 10% of the Paris market is owned by overseas investors. So 90% of Paris is French owned, when compared to London's 40%, which is owned by overseas residents. That shows that there's a relative stability in the real estate market, especially in times of potential crisis, which we have yet to see here. So there are only 500 transactions per year above 2 million euros. That's not because the lack of demand, it's because the lack of product. Paris real estate remains limited due to building restrictions. We have the périphérique that circles the city, and we have building restrictions. There's practically zero new construction within Paris, very, very, very little per year. And there's 26% more buyers than properties for sale. There's very much a lack of stock. So Paris investors are often driven by a mix of lifestyle. You see the numbers here, what attracts people to Paris, and also the pure investment and the solidity of the Paris market, which we will discover in just a little bit. So to own a Paris apartment is to own a rare piece of French heritage. Thank you. Thank you very much. はい。なぜパリに不動産投資するかもう言うまでもないですけど、パリはヨーロッパにおけるビジネスのハブ、文化のハブです。昔からそうです。はい。で、このパリは、例えばロンドンとかと比べるとですね、国際都市の割には、フランス人が、パリの不動産の 90% を保有しているという、基本実需が強いマーケットですっていうところが、非常に大きなポイントです。これがロンドンになると、ロンドンの不動産オーナーの 40% は外国籍になると。その点パリは外国籍は 10%、フランス人が 90% です。ということで、いろいろな、経済危機が起こっても実需が非常に強いということで、特にパリ市内は、立て込んでます。開発規制も厳しいということでですね、本当に物件が出ないんです。ただ、パリ市内で買いたい人は本当に多い。実績で言うとですね、2ミリオンユーロを超える、要は2億4、5千万円ぐらい以上の、パリの、不動産仲介実績というか売買実績は、年間500しかありません。はい。2ミリオンユーロ以下だとたくさんあるんです。で、それは2ミリオン以上の物件買いたい人はいっぱいいるんですけど、物がないくて、こうなってるというところなんですね。はい。ただ、本当にそういう2ミリオン以上の物件がいい場所で出れば、買いたい人は本当にいっぱいいるし、それに意義を見出す人も多い。それはやっぱりフランスのパリの歴史のやっぱり一部を所有するっていう、そういう意味合いがあって、そういうのを好む方が非常に多いからです。ほら、Just to introduce our company briefly, Juno Fine Properties is the luxury branch of the Juno Group. We have 15 offices around Paris. I don't know if you mentioned in your speech, but it's worth mentioning that the arrondissement starts as the form of a snail in the beginning from the 1, and it circles out and around all the way to the 20th. And we concentrate in the center of Paris and more in the west than in the east.
The Juno Fine Properties business is concentrated for the needs of non-residents investing in Paris. So because non-residents often search in the center, we are concentrated on luxury properties. We offer an apartment hunting service. The market can be a little bit complicated in Paris with multiple agents and non-exclusivities, and so we, along with IPA, seek to be your single point of contact and to open up to all of the listings around Paris. Because of our marketing strength and our international partners, we do represent the finest properties in most prestigious addresses and sellers. Right. And our team speaks 10 languages, and we are available 7 days a week, which is not always the case in Paris. We work closely with preferred partners to give you a real solution from A to Z. That means if you need tax and legal advice, financing, concierge service, a recommendation for a real estate lawyer, which we call the notaire. Here in Paris, we have a network that is used to addressing the needs of non-residents, and we are very proud of the offer that we have for non-residents. アリソンさんが関わっているこのジュノファインプロパティーズという会社なんですけれども、すでにパリ市内に15のオフィスがあって、110人のエージェントさんが働く会社になっております。でこのパリの地図を見ていただければ分かるんですけど、だいたい中心部と、あと西部、西の方ですね、そちらの方にオフィスが多くて、東の方は、ちょっと地域柄が落ちるということであまりやってないという形ですが、こういう、強弱がある中で、皆さんのニーズに応じて、アパートをサーチして、皆さんにご紹介するということは、やっておきますと。で、非常にインターナショナルな会社でございまして、10言語を喋ります、この会社。はい。で、1週間に7日間働く。フランスの方ってそんなに、休日働くことって少ないんですけれども、この会社さんはもう土曜日でも日曜日でも稼働していると。で、あと言うと、特色としてはフランス人以外の海外の方向けのサービスは非常に定評がありましてですね、はい、タックスの件とかね、あとはいろいろなフランスの不動産取引に関する外国人向けのご説明とか、その辺も丁寧にやるという、はい、そういう会社になります。Alright? Thank you. And just very briefly to mark the difference between Juno and Juno Fine Properties, our 14 Juno offices tend to concentrate on a French clientele at an average price of 1.2 million, and the price per square meter of 13,200 per square meter, and only about 15% of international clients. For Juno Fine Properties, as a result of our services, our clients tend to purchase more luxury products. We don't always concentrate in the 4, 5, 6 million and above. We do have buyers around 1 million and 2 million. At Juno Fine Properties, it is our services, the A to Z services, and the fact that the international clients are often looking for a prestigious address with a monument view, with a balcony, high ceilings, classic Parisian elements like a fireplace and crown molding and large windows. So those properties tend to be higher in price per square meter. When you showed Suzuki your graph of the average sales, that is around the 10 to 11,000 mark in Paris for all sales. And the prime, which is what your audience will most likely be interested, we do tend to be closer to 20,000 than around the 10,000 mark. はい、こちらですね、ジュノーグループの中でですね、ジュノーイモビリエっていう、不動産屋さんと、あとファインプロパティという、アリソンさんが関わっている会社ですね。これ明らかに顧客層も違うし、物件も違います。下の方ですね、ジュノーイモビリエの方はですね、普通にフランス人顧客が中心で、
坪単価、平米単価もですね、ここに見てるように11万3200。これはフランスのパリ都心部における、普通の、平均的な価格、坪単価でいうと約500万円。だいたい、売れている額は 1.2 ミリオンユーロなので、だいたい1億4、5000万円ぐらいというのが、平均なんですけれども、このジュノーファインプロパティーズという、アリソンさんがやっている、主に海外の方向けの、仲介会社さんは平均で 4.5 ミリオンユーロで、平米単価もですね、やっぱり都心部のやっぱり文化的価値があって、天井が高いのがいいとか、素晴らしい景色があるとか、そういうものを選ぶ方が多いというところで、平米単価も、2万ユーロ、ぐらいになるので、だいたい日本円でいうと700万円ぐらい坪単価という感じ、700万円以上。そういうものが中心に、なっています。ということはですね、やっぱり、パリの、物件も、そのグレードによって、坪単価が違ってくるという、ことです。Thank you. So the Parisian market has seen incredible growth in the past 30 years. If you take the graph on the left is illustrating if you take a base of 1 in 1999 and trace the progression of Paris, London, and New York, Paris has experienced the greatest increase in the past 20 years of those three global cities. And you will also notice that the curve is quite steady, comparing another dips which are more extreme. To take an example of the subprime crisis in 2008, there was a slight drop. You can see in that top line of it was limited in just a drop of 5%. That within the following years, from 2009 to 2011, bounced back 30%. So the opportunity after a crisis, and there's no way to say for sure the way that this global health crisis is going to affect our market, but Paris in general has fared well on the scheme of recessions, and you see that as well in the past 5 years, from 2015 to 2020, there's been a growth of 35% in the Paris market. The prices have continued to rise, so that's an average of 7% increase per year over the past 5 years. And then looking to the future, Paris has become a bit more attractive as a global, as a hub of Europe. But following Brexit, there are many financial institutions that are looking to have already moved their headquarters to Paris. That Macron is more favorable to investing than his predecessor Hollande. And we see optimism in this market, and a study that was done by the Knight Frank Wealth Report predicts that there's an increase of 22% of the high net worth individuals within a 5-year period. So we see Paris continuing to grow within the coming years. こちらのグラフはですね、1999年から以降20年間の、各都市の、不動産価格の、推移なんですけど、これパリというのは、主要都市の中でも、値上がり幅も大きかったし、かつ値動きも非常に堅調にきましたと。1999年を1とすると、2018年だともうほぼ4ぐらい、4倍に近い額なんですけど、これも私の実感値とちょうど合ってまして、私の知り合いで2002年ぐらいにパリで、8区っていうところでだいたい1億4000万円ぐらいで、アパートメント買った方、今売ったら4億5000万みたいな、そんな形で言ってるので、だいたいそういう感じで、値段変わってきました。で、2008年、2009年のこのリーマンショックの時にも、パリの落ち込みというのはだいたい 5% ぐらいで済んで、それから一気に 30% 上がって、それからまたもたもたした数年間の後、やっぱり2015年からまた上がるという、そういう値動きをしておりますと。
非常に安定感があるんですけれども、パリ自体はですね、いろいろ夏季オリンピックも開かれるし、ロンドンブレクシットによってですね、いろいろイギリスから、パリに、移転してくる、国際企業が多かったり、マクロン政権が、それを推進してたりですね、あと言うと、世界的に金持ちはもっともっと金持ちになってて、はい、じゃあ彼らがどこ買うかっていうとですね、やっぱりパリとかになるわけです。はい、そういう、ウルトラハイネットワースインディビデュアル、これ個人富裕層ですけれども、個人富裕層も、これから5年間で 20% ぐらい増えるということで、パリの不動産マーケットもさらに活況になる、予想をしております。はい。So let us now look at some properties currently on the market to illustrate some typical investment opportunities. We start with a property that is between the 500 and 1 million range. This one is at 675,000 euros. We are in the 9th arrondissement. The 9th is not typically an arrondissement that the foreign investors have been investing in. It's similar, I would say, to the Marais because it is on the right bank, but it is a neighborhood that has had much progression in the last 5 years. It is largely a French neighborhood, a safe neighborhood with lots of families and even students. So this is a 45 square meter property. So that this is asking price at 675, which is 14,300 per square meter. And we have 1 bedroom, 1 bathroom. It's on the 4th floor with no elevator. That does tend to be the case in Paris, that not all buildings can have an elevator. It is in very good condition. It's been completely renovated, and it's located on a market street. So there's lots of food shops and pedestrian foot traffic, and it's a very lively neighborhood. But this flat is quiet, and the price that you could ask for rental income, I forgot to note here, is 1,500 euros per month. はい。実際にパリ市内で今ですね、売りに出ている物件でどんなのがあるかというご紹介をしますが、一つ出ているのが、こちらパリ9区の1部屋、45平米ですね。はい。このお値段がですね、今のところ67万5000ユーロなので、だいたい8000万円ぐらいなんですね。エレベーターのない古い建物の4階部分になります。でこのエリア、9区のエリアは、フランス人のファミリーがたくさん住んでいる、治安の良いエリアで、非常に活気のある、生活向きのエリアですと。でこういう物件を買って貸しに出した場合の1ヶ月の、賃料はだいたい1500ユーロぐらいですね。18万円ぐらいで貸せると、いうのが、典型的な、小さい方のSo this is a property that is located in the 6th arrondissement. We noticed right away that the price is quite different per square meter, 23,000 per square meter. We're at a global price of 2.580. There are 112 square meters. We're on the 3rd floor with 3 bedrooms, 2 bathrooms. There is an elevator in this building. There's even a concierge as well. You notice the classic details, the marble fireplace and the crown molding, and you're on Rue de Cherche-Midi, which is a lovely street in the heart of Saint-Germain, with bakeries and cafes and local markets, and just not far from the Bon Marché department store, which everybody adores. So it's a very highly sought after neighborhood of 10 minutes by foot to the Seine River and 5-10 minutes to the Luxembourg Gardens. So this is more prime. It could be used as a pied-à-terre or by a family. And the estimated rental price is 4,000 euros per month.
こちらですね、これ典型的な都心高級物件になります。これパリ6区、セーヌ川左岸のですね、本当に都心の中の都心というかですね、はい、非常に高級なエリアになります。3ベッドルームで112平米、坪単価やっぱり結構します。23,000ユーロなんで、坪700万円以上の世界になりますけれども、お金持ちが好んで、買うエリアですね。で、この、大理石の、たくさんあってる、非常にスタイリッシュなエレベーターで、エレベーター付きの3階ということです。はい。こういう物件が、一応 2.58 ミリオンユーロなので、だいたい3億円ぐらいという、売り出しになりますね。And now we come to a property that is listed at 4,350,000 euros. We are in the 7th arrondissement, just behind the Invalides, on the gardens and with a view of the Eiffel Tower. So we're even higher in stature and standing than the two previous. We have 163 square meters, 26,600 euros per square meter. Right. It's a very exclusive address on Avenue Breteuil. Because you have the gardens in front of you with a very clear sky view. So that is highly sought after and rare to find in Paris. We have 4 bedrooms, 3 bathrooms, and it was completely renovated. So there are no renovations to be done when investing in this property. High ceilings and a very central and elegant location. こちらですね。And I'm sorry, just one thing. And there's the estimated rental price is 6,500. $6,500. Thank you. はい。こちらさらに高級な物件、パリ7区ですね。このビューを見ていただければわかるんですけども、本当にすぐ、緑地があって、これだけオープンスペースがあって、エッフェル塔も見えるという場所です。163平米、坪単価26,600ユーロなんで、坪単価800万円以上になる世界ですが、売り出し価格 4.35 ミリオンなんで、やっぱ5億円コースになります。これは本当に希少性が、高いですね。この景観とですね、はい、立地ですね。はい、これいうのは、5億円って安くはないんですけど、こういうもの持ってたら下がらないなというふうには思います。Thank you. So now we take a case study. We recently had a client that is a Japanese client who came to us with a global envelope of 6.2 million to invest in Paris. And instead of investing in one property, he preferred to invest in 3 separate properties. So we will go through this profile of this investor and how we worked with him. The first, we showed him close to 30 properties. Showed, I mean, not physically, because this has been since the lock. It was actually during the lockdown that we completed this process. What we provided were virtual tours, photos, floor plans, and a complete Excel spreadsheet on the return on investment, the yield that he could expect from each of these properties. Yep. I'll let you go ahead and start with that. はい、ですね、さっきの、物件と大体似てるエリアで、大体似た価格帯ですぐ貸し出せて、その投資家向けを、皆さんの日本の方々向けに3つ用意しました。はい、こちらは、その収益数字っていうのはすぐ見えるように、なっておりますし、そのバーチャルツアーみたいなやつもですね、全部、はい、オンラインでできるように準備しているものです。Yep. So the full process from our first call defining the project to the closing and getting the keys will be about 6 months total. That's to give you a context of it takes a little while to invest in France. We could have maybe sped it up to shortest around 3 months, but with the process, it's not surprising that it's taking 6 months. Also, the financing was done in cash in this instance, but it could have very well been done with 50% cash and 50% lended money. So that this is how we decided to do it.
はい。こちらですね、フランスはやっぱりその売買の取引に結構時間がかかります。標準コースは6ヶ月、早くやって3ヶ月っていうところになりますと。はい。で、融資に関して言うと、大体5割、物件価格の5割までの融資が可能で、5割は現金ということになります。So the first property he invested in was on Rue Chalot in the Marais. So this is a studio apartment on the 4th floor with no elevator. The list price was $420,000, and he purchased it for $390,000. With all the costs, the cost of the notary fees, which is 7.5% on top of the list price, the total cost ends up being around $425,000, and with an expected yearly rent so the monthly rent is $11.50 per month. So that ends up in a after cost at a 2.8% yield per year. 一番左側のですね、はい、投資できる、比較的低価格の物件なんですけど、こちらがですね、マレー地区という、結構若作りのですね、若者に人気のエリアの28平米のスタジオですね。なんで、ワンルームのちょっとゆったり版みたいな感じなんですね。で、こちらで売買価格なんですけれども、本体価格が39万ユーロ。それに諸経費、フランスでかかる諸経費だけですけれども、それを加えて42万6千ユーロ。そこに、弊社の、サポート料っていうのが上に乗ってきてしまうんですけれども、だいたい5000万円コースで、投資ができます。で、こちらを、貸し出した場合、家賃が月額1150ユーロ。はい。で、手取り賃料ベースになるとですね、ネットで 2.8% という、数字になります。これパリの中でネットで 2.8% というのは比較的、高い方ではあります。The second property is based in Saint-Germain, on Boulevard Saint-Germain, for a purchase price of $2.25 million. Right. This property was priced a bit too high, so we were able to negotiate much more than usual, and that was a 10% negotiation. And with the total cost with notary fees at $2.435 million, he can expect it's a monthly rent of $3,800 per month for this property, and after all costs, a yield of 1.6%. はい。真ん中の方の物件はだいたいおそらくサンジェルマン地区なんでセーヌが盛んのいいエリア、多分ロックになったと思いますけれども、こちら今結構高くマーケットに出てくるものを10% 値引きできるだろうということで、本体価格が 2.25 ミリオンユーロ。はい。それにフランス側の諸経費を加えて 2.43 ミリオンユーロ。はい。こちら約3億円弱になります。お家賃月額で3800ユーロですと。はい。で、諸経費引いて、ネット利回り 1.6%。はい。フランス、パリの都心物件のいいところっていうと、大体こんな感じの数値になります。Yep. Thank you. And the third property is on also in the 6th, very near the Saint-Sulpice Church. Yep. And this is just above $3 million. We have 3 bedrooms and 2 bathrooms, and there he will be renting it out for $5,500 per month. Yep. I think it's in the yield you'll see is about the same as with Saint-Germain. What is interesting is, of course, he's chosen to invest in prime real estate because there is always, no matter what market, there is always a strong demand for the prime properties. So in order to reduce his risk, he did choose a little bit higher price point. But then for the yearly gain, the year-on-year gain, we've seen that average of 7% in the past few years. It is a more sure gain for the prime real estate
than in others. And there's also less turnover when you rent a 2 or 3 bedroom flat to a family. They tend to stay much longer than in a studio or a 1 bedroom. So we see that the yield is less, but the vacancy rate will also be less. So this is the main attraction is of course the increase of the value of the property over the years, as well as this yield. はい、一番右側の物件なんですけれども、こちらはまあ本当に都心高級物件ですね。3ベッドルーム155平米ですね。はい。だいたい 3.13 ミリオンユーロに諸経費が乗って 3.39 ミリオンユーロ、約4万円コースになります。で、月額家賃5500ユーロ取って、まあそのネット利回りベースでは 1.7% なんですが、この右側の2つに関して言うと、まあ明らかにですね、この世界中の富裕層お金持ちの好む、はい、タイプの物件になるので、基本的なテーマは値上がり歴ですよと。はい、こちら、年間 7% ぐらいこれまで上がってきているようなアセットクラスで、これからも、トレンドが続くのではないかと考えます。Yep. We now look. We'll go through some questions about how the buying process in Paris. So as I mentioned with the case study, the process usually takes 3 months. 3 to 4 months from the time that you have an accepted offer until the closing. There's the first process of signing a promise of sale, a promesse de vente, that is signed approximately 3 weeks after the offer has been accepted. So once you put forth an offer that prepares the notaries to start to be in touch, and it is not until the promise of sale 3 weeks later that 10% is due as a deposit to be held by the notaries in escrow until the closing. And then between just after the promise, you have 10 days to, for any reason, when you're reviewing the documents, if you see any red flags, something that you did not know before about the building that makes you change your mind, you have the opportunity to back out of the deal even 10 days after the signature of the promise of sale. We try to make sure that you have all the information to begin with, so that is there are no surprises, and that the transaction can move forward. There are 2 to 3 months between the promise and the closing. This can be shortened if both parties wish and if there is no financing. There are some administrative tasks which take a few weeks, but it's not necessary to go 2 or 3 months after the promise if both parties wish to move forward more quickly and if there is no financing. And then as of the day of closing, you receive the keys on the same day, as is classic, and the piece of Paris is yours. And if you need to put it up for rent, then we have a rental department that can take care of finding a renter, and if it's put at the adequate price, that usually should only take about a month time. はい、こちら皆さんのですね、よくある質問っていうのをすでに想定していくつか、はい、まとめてきました。第1点目ですね。売買プロセスに関してなんですけれども、標準的には 3,4 ヶ月かかりますということです。で、結構日本と似てます。まず、オファーというか買い付け証明を入れます。それで売り主と買い主が、価格諸条件で合意をしたら、今度は、交渉人の、プロセスになってですね、交渉人に 10%、売買価格 10% の手付けを払うと。はい。払って、で、その手付け自体はその交渉人が、決済まで預かっててくれます。で、その間に、売買契約であるとか、はい、いろいろな書類と、はい、ことがありますけれども、この交渉人がお金を預かっている期間がだいたい標準的に言うと2、3ヶ月になります。これを、融資をつけなかったり、双方が早く進めたいという場合は、その辺の時間は短縮することはできます。決済になりましたら、その日から
オーナーになり、鍵が手渡され、はい、ということになります。で、ジュノープロパティの方で、賃貸付けというか入居付けの、チームがありますので、その日から、入居者募集も始められますが、パリなので、1ヶ月もすれば入居者がつきますということです。So the fees related to purchasing, the agency fees are included in the sale price and paid by the seller. The only exception to that is if there is a price point of around 500 or a million, and the buyer would like to have a comprehensive one point of contact. In order to have access to all the properties, you need to have a buyer's fee, and that is 3% on top. Otherwise, for more of the luxury properties, we are usually able to work as an intercabinet to cooperate with the other agencies if it's not our listing, and to split that fee. So usually agency fees are included, but for a buyer's agency service, which is especially necessary for under the 3 million mark, then sometimes there is a 3% fee, and we can discuss that together, case by case. The stamp duty is always the case. It doesn't change no matter who you are or who you know. It's a transfer tax, actually. The 7.5% is delivered to the notary. 1% of that is paid for the notary services, the notary, which is a real estate lawyer, the highest degree of the law practice. And the notary is the one who conducts all of the transaction proceedings. They can also work together with your fiscal advisor to make sure that you are setting up the structure of purchase to be the most advantageous for your international tax needs as well. 2点目なんですけど、こちらは購入費用の、お話になります。で、基本、パリの高級物件というのは、すでに、エージェントの仲介手数料が乗った価格で表示をされる、ことが多いです。はい。それがちょっと、価格が、比較的低いですね。1ミリオンユーロ以下のものになったら、3% がそこに、別途乗ってくることもありますけれども、高級物件の場合はその辺は、心配ないです。で、スタンプデューティー、印紙税というのは、購入価格の 7.5%。これはどんなことがあってもかかってきますと。はい。費用として、国土の方に、払われる額になると。はい、これは絶対にかかってきます。So when we talk about financing, obviously financing as a foreign resident is not the same thing as a French resident. I'll go into that a little bit later. But if you are investing in a rental property, the investor can deduct the interests, down payments from the rent, therefore lowering the taxable income. And also there's a wealth tax as of 1.3 million, which is only the equity is subject to this tax. So if you're wanting to reduce your exposure to the wealth tax by financing, you can reduce the required tax by placing less equity, and therefore the amount of interest is not subject to the wealth taxes. Sorry, one question from me. What is the interest rate in Paris at this stage? The bank. The interest rate is in general for financing is just below 2%. So between 1.5% and 2%. Okay, it's very low. Thank you very much. はい。3番目ですね。融資を引いて物件を買うメリットということになります。大体フランスもですね、日本と同様にマイナス金利の国なので、融資金利で非常に安くて、外国人の場合も 1.5% から 2% ぐらいの金利で借りられるんですが、いくつかのメリットがあります。一つは、ローンで払っている利子というのは、当然日本と同様ですね、賃貸収入から控除できて、その分だけ所得税の課税標準が減るということ。もう一つ、フランスに富裕税っていうのがあって、1.3 ミリオンユーロ以上の物件を例えばキャッシュ買いをした場合、それはかかってくるんですけれども、それを融資を使った場合は、要は現金を使った部分だけこの富裕税の対象になるので、富裕税、例えばの話、2ミリオンユーロの物
件を、1ミリオン融資を引いて現金部分1ミリオンでしたら 1.3 ミリオンよりは低いのでですね、富裕税がかかってこない、はい、そういう使い方もできますということで。There is a capital gains tax when selling. You have to always keep in mind it's currently set at 36.2%, and it is due on all non-resident for all non-residents. If it's your principal residence or if you've owned for over 30 years, you are exempt of this tax. There are certain renovations, major renovations, that can be reduced from these capital gains, but light decoration is not included. So it is interesting. There is an advantage when you purchase a property that is already in perfect shape, with no other investment that needs to be made. Then in the end, you could perhaps have less capital gains due because you didn't make a large investment in the renovations. But the major renovations like completely restructuring a flat, knocking down walls, replacing kitchens, those types of things can be exempt, can be reduced from this, can reduce the capital gains. はい、4番目なんですけど、このキャピタルゲインタックス、つまりその譲渡所得税ですね。値上がって売れたとき、その値上がり分に対する税金なんですけど、フランス結構税率が高くて 36.2%、これは基本的に逃れられない、払ってくださいということになります。ただ、その保有期間中に大規模なレノベーション、構造的なレノベーションを行った場合は、このキャピタルゲインから、その分は控除、するので、払うべき税金がその分安くなることはあります。ただちょっと手直しちょこちょこっていうぐらいだったら、キャピタルゲインタックス控除の対象にはならないということです。So the next question, do the French negotiate heavily in real estate transactions? It's always very interesting in this in this business is to work with many different nationalities and the expectations from each of our international buyers about how the real estate market should work like it works at home, and it's not always the case. So the French negotiate very little. We have 70% of our properties sold are sold at asking price. The asking price is the highest price. You can't go any higher. So if you want the flat, and it's not overpriced, which is our role to tell you when something is extremely overpriced and that we think that you can then negotiate. But it's not rare for a property to be sold at asking price. And if there's some negotiation, it's usually not more than 5%. So that is something to get used to when coming into the Paris market. We all like to negotiate, but sometimes, especially because the properties are rare, and there are many more buyers than there are properties, often in order to succeed in the acquisition, asking price is necessary. 5番目なんですけど、基本的には値引きのお話です。ジュノープロパティーズはいろんな国籍のバイヤーさんと関わっているので、それぞれの国でそれぞれ商習慣が違うので、国民によっては大きなもう 10% ぐらい値引きしてよみたいなことを言うんですけど、基本パリの物件はそんなに値下がりするもんでもないし、実際出てる価格から、そのまんまで買うフランス人が多いんです。値引きできてもマックス 5% よ、それ以上下がるっていうことは非常に基本的にはない、それだけパリの不動産って希少だし、買いたい人も多くてそんなに値が下がらないということっていう話です。And just a quick note on, so if I'm renting it out or using it for personal use, how do I best manage my investment while I'm away? We often don't plan enough about this step. It's very important to take good care of your flat while, if you're using it for a personal investment. Maybe the family members, the daughter studies in London and you want to meet in Paris for the fashion week, or there are many different scenarios. But when you're using as a lifestyle purchase and you want to use a pied-à-terre in Paris, we do recommend that you pass through a concierge service that while you're away
make sure that there are no leaks, and takes a kind of a status, gives you a status update. That way that you can ensure that your investment is in good hands, and that there are no worries while you are away. And then for rental investments, we have a comprehensive letting and property management service. So we will vet the rental candidates. We will advertise and make sure that it's, first of all, that it's at the right price. Try to get the best candidates, because the renters have lots of rights in France. So we want to make sure that you choose the right candidate, so that there are no unpaid rent, or you don't have any legal problems afterwards. So that is a service that we provide, as well as the property management after finding the renter, which is the gestion. That property management, we have a team that is dedicated to the relationship with the renter, so that you have less to manage on this side. And we also ensure that your flat is being well taken care of before, during, and at the end of your rental period. はい。最後の6番目なんです。基本的に、海外のお客さんがフランスの物件を買いますと、はい、なんで自分が住まれないケースというのが多いですね。その不在の場合にどういう形で、その物件を適切な状況に保つかっていうんですけど、このジュノプロパティーズの方でこのコンシェルジュサービスのことをやっていてですね、そのサービスの中にはその物件自体をですね、良い状態に保つ。はい。それも、あと賃貸管理っていうところもですね、その辺も、すべてサービスとして行いますので、フランスに住んでない方も、安心して、オーナーさんを続けることができますということです。So financing, we talked about it briefly before. So the rates are around 1.4 to 2% fixed rate. Loans in France are guaranteed by the person and that person's ability to repay the loan, not guaranteed by the asset itself. So they look very closely at who is taking the loan, and how feasible are they, how strong is that profile in order to repay. So if you're salaried, if you are a company director, you have much more, it's much easier. It's actually a requirement to either be salaried or a company director in order to guarantee a loan here in Paris. And we have a team that we're in touch with a team that concentrates on Japanese nationals investing in Paris. So we can work on a case-by-case basis to come up with a kind of a pre-approval scenario based on so that way when we move forward with proposals of properties and virtual visits, and even perhaps one day in live visits, that these properties fit into the feasibility of the financing structure. フランスで、現地で融資を引く場合の条件なんですけど、金利に関してはさっきも言ったように 1.4 から 2% ぐらい固定の、金利になりますと。で、大体ですね、2ミリオンユーロ以下の物件に関しては、給料に応じて、審査されるんですけれども、基本順的には、融資金額は物件価格の7割まで、20年間、ローンを組まれる、時点での、年齢が60歳以下みたいな感じになることが多いです。でこのジュノプロパティーズは、日本のお客さん向けの融資サポートチームもありますのでですね、皆さんのその資産状況に応じたですね、ケースバイケースのローンアドバイスも行っておりますということです。So just to present some faces, you've seen my face today. I'm lovely to be able to present with you, and the rest of the team at Unifine Properties, very multilingual, very dynamic. We would look forward to introducing you to the other members of the team, and to work together virtually to create an investment scenario for you
catered to your specific needs. Maybe you know a certain area of Paris, you want to be absolutely there. Maybe you don't know Paris at all, and you want to discover. What we've done in the past is we take a map and we find the properties and we put the properties on the map. So we come to you with a spreadsheet and the map that is populated, and we walk you through the scenario of which properties would fit your interests the best. And we are here to work together with IPA to help you with your future investment. はい、こちらの見えてるチームはアリソンのチームですけど、はい、いろいろな言葉も喋って、本当にプロフェッショナル揃いという形です。で、パリにいらした時の現地のご案内、エリアの説明、購入プロセスの説明とかですね、はい、いろいろなことに対応するチームですと。はい。で、日本側の窓口、我々IPA ですね、国際不動産エージェントのことをやっていきますので、我々と連携して皆さんにサポートしていくということになります。Thank you very much. Thank you very much. Yeah. はい。これで、アリソンさんの、はい、講演は終わりますが、はい。何かご質問ありましたらですね、いきます。で、ちょっとその質問の前に私の、ちょっと一言コメント最後に、加えますね。はい。基本、このジュノプロパティアリソンさん、弊社、パリでいくつかお付き合いしている業者がある中でも、非常に信頼を受けるですね、プロフェッショナル集団で、高級物件を中心に、非常に定評のあるサービスされている会社で、非常にお勧めできる、現地の大事なパートナーですと。で、物件選びなんですけど、やっぱり、もしお金が数億円あったら、それでそのパリの不動産に投じられるのであれば、本当に都心の、希少性のあるいい物件というのは、本当に、資産価値下がりにくいし、そのまんま放っておけば、いつの間にか上がっていたということになる可能性は、高いと思います。やっぱり奥のお金っていうのはなかなか投じられないという方、基本エントリーポイント、パリで言うならば5000万円からになりますと。はい。5000万円からワンベッドルームなりスタジオなりっていうのを買って持っておく。利回りは決して高いわけではないんですけれども、非常に値下がりにくいということと、やっぱりあとパリに不動産持つということは、このパリの歴史の一部をオーナーとして保有する、受け継いでいくということ、それに対する、満足度っていうことですよね。はい、そういうのも非常に大きいと、思いますと。はい、そういうことでもそのパリでぜひ家を持ってみたい、はい、っていうことがありましたら、私の方でも、心からサポートしていきたいと思います。